皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。前回の動画では食糧危機についての動画を作成させてもらいましたが、やはり結構な反響がありました。食糧危機というのは、YouTube に投稿されている動画を見ても、結構賛否両論ありますよね。どっちでも構いませんが、現在の世界状況を見てどう判断するかは、本当に自分次第ということだと思います。そこで、今回の動画では、資産を減らしたくない方、または例えば毎月10万円以上貯金できていない人向けに食料備蓄をするということの経済的メリットについてお話ししたいと思います。今現在、アメリカやイギリスをはじめとするヨーロッパで起きているのは、物価上昇に給料の上昇が追いついていないという状況です。これが何を意味するかというと、食事ができない、もしくはお腹いっぱいご飯が食べられないということになります。それでも買い物はしないといけませんから、スーパーに行くことになるのですが、買いたいものが買えない。イギリスなどの一部地域では、卵が品切れで買えない状況が起きているそうです。もちろん、地域ごとに差はあるかと思いますが。ということで、前回の動画で説明した第一段階が起き始めています。それは、お金がある人は買えるけど、お金がない人は買えないという状態です。日本でこの状況が起き始めると、あっという間に買い占めを始める人が現れて、SNS によって一気に広がりパニックになることでしょう。そこで今回のテーマになるのですが、収入が少ない人ほど今のうちに備蓄しておかないと本当にまずい状況になります。現在、日本において確定条件は光熱費や食品の値上げです。これは 100% 起きます。食糧危機が起きる、起きないの次元の話ではありません。テレビ、新聞でも報道が始まりつつありますから要注意です。来年には少し価格上昇は収まるなんてとぼけたこと言っている報道もあり、呆れてしまいます。さて、通常、銀行というとネット銀行とリアル店舗のある銀行になると思いますが、その金利ってご存知でしょうか？普通預金、定期預金で違うのですが、だいたい 0.001% から 0.1% だと思います。そして、2022年の食品の値上げの平均は 14% で、2023年は 17% と予想されています。この予想は状況によってはもっと激しい値上がりとなると思います。つまりお金の価値がどんどん落ちているということになりますよね。資産運用している方にとっても頭が痛いことだと思います。というのは、例えば不動産投資において年間のパフォーマンスが 10% あれば良い投資だと言われていますから、この物価高騰を受け資産保全も難しくなるということになります。このような値上げ、食糧危機は5年は続くと言っている専門家もいます。恐ろしいことです。そうなると、今日の食材の価格が最安値ということになります。まるでハイパーインフレが起きている時の考え方になります。もちろん、1日おきに値段が上がるわけではないかもしれませんが、判断が遅くなればなるほど状況は悪化するということを意味します。ただ、食料品の価格が高くても買えるうちはまだ良いのですが、問題は食料が手に入らなくなる状況です。こうなるとお金はただの紙くずとなります。話を戻します。来年春早々に予定されているのは電気代の値上げです。電気代は 1.3 倍以上になることが決まっています。電気代だけで言えば、例えば毎月8000円使っている家庭だとしたら1万円強の支払いになりますので、値上がり分は2000円から3000円ということで、大したことないって思う方も多いと思います。ところが、経済というのはあらゆる職業がつながってますので、電気代が上がるということの現象は恐ろしいことになるのです。例えば、ある製品を作る工場にしてみたら、その工場で必要な原料が必要なわけで、その原料を作っている工場の電気代も上がることから、製品価格に上乗せされます。それらを運搬する運送業者の燃料代の上昇分も上乗せされることから、末端消費者の我々が買うことになる商品価格は、家庭の電気代が8000円から1万円になるという程度のものではないという認識が必要です。家庭の電気代は発電会社から家庭に来るまでの業者が少ないから、大きな変化に驚かないのかもしれません。ところが、先ほど言った来春からは燃料費調整額が上限撤廃となるので、イギリスなどの外国で起きていることと同じことが起きると、電気代が家賃ほどになってしまうということになります。電気代が5万円から10万円になってしまったらどうでしょうか。それでも余裕がある方は良いのですが、物価が上がれば給料も上がるでしょと考え方もあるかもしれません。他国を見ると、
物価上昇に並行して給料が上がっていません。ちなみに日本はバブル崩壊後、平均年収は下がり続けています。繰り返しますが、価格が上がっても食料自体があるうちはそれでも良いと思います。話をまとめると、食料備蓄に備えて食料品の在庫を持つという余裕がない人は、工夫して余剰金を捻出するしか方法はありません。今が最安値なのですから、娯楽ができなくなるではないか、楽しみなんてなくなるではないか、という声も聞こえてきそうですが、決めるのは皆さん自身です。私から強制できるわけありませんから。結局食糧難が起きなかったとしても、日本という国に住んでいる以上、地震などの自然災害というリスクもあるので、これは備蓄というふうに考えておけばいいと思いますし、その自信もなければ備蓄した食料は普通に食べればいいと思いますので、無駄にはなりません。ということで、食料備蓄にお金をかけるというのは、かなりコスパがいいということになると思います。最悪は、お金の価値がどんどん目減りして紙切れに近づくということになりますから、今後必要になるものに変えておくというのは一つの資産保全かもしれません。自然災害を経験したことがある方は記憶にあるかと思いますが、災害時にはお金など何の役にも立ちません。必要なものは食料、水です。季節によってはカイロだったり扇風機です。前回の動画では食料危機が起きるのか起きないのかっていう話で話を進めましたが、今回の動画では食料備蓄をするというのは収入が少ない人ほど必要であり、収入があっても資産を減らしたくないと思っている人にとってもコスパのいい選択だと私は思います。今世界中で起きているエネルギー問題に端を発した混乱も、世界金融資本家などの利権に関わることで起きているという認識を持つことは、命を守っていく上では必要になってくるかもしれません。このチャンネルでは世界で起きてきたこと、そして現在起きていることを現実として受け止めることができるよう情報をシェアしています。世の中には平和が訪れることを願う人ばかりではないという現実を受け入れるにはそれなりに時間が必要です。私も長年そういった情報に触れてきていますので慣れているつもりですが、知れば知るほど驚くことばかりです。よって今までテレビ、新聞を情報源にしていた人にはにわかには信じられないことばかりだと思います。こういった状況もそのように仕向けられてきた結果なので仕方のないことかもしれませんが、早く気づかないと本当に命取りになりそうです。この動画が皆さんの気づきのきっかけになればと思います。いかがだったでしょうか。食料備蓄をする、しないを選択をするのは皆さん自身ですが、その判断材料としてこの動画が参考になればと思います。来年起きるかつて経験したことがない食糧難、経済パニックに備えるための具体的方法などについてもご要望があるようでしたら動画作成をいたします。知りたい情報がありましたらコメント欄に投稿していただけたらと思います。動画作成の参考にさせていただきます。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。毎回最後にお願いしている動画のシェアについては、前回に引き続き今回も控えた方が良いと思います。皆さんが備蓄をしていることを口外することで、身に危険が迫ることになるからです。今回の動画が皆さんの大切な家族を守るためになればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。